はい、どうもこんにちは、もかげです。今日は GoPro および Mac ユーザーにおすすめのアプリケーションを紹介しようと思っていて、それが GP トランスファーというもので、これがね、先日リリースされたばかりなんですね。っていうか、このアプリは僕が作って、それをね、GitHub に公開しているというふうな話なわけで、大変手前味噌ではあるんですけれども、僕の場合はね、GoPro っていうのを長く使ってきていて、ここ最近は先行レビューなんかもね、やらせていただくことが多いんですけれども、そんな GoPro ファンの僕でもですね、この GoPro で撮影したデータっていうのを Mac に取り込むこの部分で、一番大きな不満っていうのがあって、これがなかなか公式ではね対応してくれていないということもあって、それを自分で、今回ねアプリケーションとして作ったというふうなわけなんです。っていうのも以前は GoPro は Mac 向けにデスクトップアプリケーションっていうのを作っていたんですけれども、現在それはディスコになっていて、公式でもこの GoPro で撮ったデータっていうのをこの USB ケーブルで Mac に転送しようとする場合っていうのはイメージキャプチャーっていうね Mac の公式アプリケーションを使ってくださいというふうに言ってるんですけれども、ここでね一番大きな問題っていうのが、このイメージキャプチャーを使って GoPro からねデータを取り出そうとすると MacOS の制限から転送することができないんですね。なので 4GB 以上のデータを Mac に取り込もうとすると、どうしてもねマイクロ USB を取り出してそれを Mac に突き刺して転送するっていう必要があったんですね。ただ僕の場合は GoPro をね日常的に使っているっていうこともあって、毎回このねマイクロ USB を取り出してっていうのが非常に手間なんですよね。なので USB 接続だけでこの GoPro からねデータっていうのをね、あらゆるデータっていうのをね、取り込めないだろうかというところで開発したのがこの GP トランスファーというアプリで、なので GoPro および Mac をお使いの方でね、僕と同じようにこのデータ転送でね不満を持っていた方っていうのはこのねアプリケーションをぜひ使っていただきたいなというふうに思っていて、今日はそちらを紹介しようと思います。ということで、この GP トランスファーというアプリは GitHub に現在無料公開中ということで、このね、面影コード GP トランスファーというところで、リンクに関しては概要欄に置いておきますので、そちらから確認していただくとして、こういうふうな形で、GP トランスファーということでね、README ということで、機能について説明があるんですけれども、ここにあるように 4GB 以上のデータっていうのをやり取りできたりだとか、あと映像や写真ですね、JPEG や RAW、あと音声ファイルにも対応していると。この辺は後からね実際のアプリを通して説明しようと思っていて、で対応するカメラに関してなんですけれども、GoPro Hero 11、12、13、Max2 で GoPro Mission 1 Pro、この5つのモデルに関してはテスト済みということで、おそらくね GoPro Hero 10も大丈夫だと思うんですけれども、 GoPro Hero 8や9に関してはちょっとどうかっていうのがわからないんですね。ただ世代的に言うとこの辺のモデルっていうのがね現役機かなというふうに思いますし、であとねGoPro Lite ですね、 GoPro Hero Lite 小型の GoPro なんですけれども、これに関しては今回対象外としました。であとこのダウンロードのところにリリースページっていうのがあって、こっからね、ここにZIP ファイルっていうのがあるんで、こっからこの ZIP ファイルをダウンロードしていただければいいかなというふうに思います。で、実際のアプリケーションがこういうふうな形となります。これがGP トランスファーということで、4GB プラス Safety from GoPro ということなんですね。使い方っていうのはね、とても簡単で、GoPro を USB で接続して、これ電源を今入れます。電源を入れると、そうすると、こういうふうな形でコネクトっていうところが出てきて、データっていうのを読み込みしてくれるっていうことなんですね。で、さっきも言ったように、これ4GB 以上のね、データっていうのもやり取りできるっていうことで、本来こういった 5.17 バイトであったり 5.67 バイトっていうのはこのイメージキャプチャーではね、取り入れることができないんですけれども、この GP トランスファーの場合は問題なく認識してくれるということです。あとここに接続と取り出しっていうのがあって、ここにステータスっていうのが出てくると。あとこの Save to のところからこのデータのね送り先っていうのを指定すると。今回は GoPro テストっていうところを選びますと。あとそうすると、ここからねファイルっていうのを選んで、あとはここにあるトランスファーボタンっていうのを押す。そうすると自動的にですね、この転送っていうのが開始されて、ここに進捗っていうのも出て、であとここに Q っていうのも出ると形です。でこの GP トランスファーを開発するときにやっぱ一番ね気をつけたのがデータの扱いなんですね。ここに一番気を使ってですね、安全性を確保するために、これ現在ね転送中なんですけれども、あくまでここにね一時ファイルが作られるっていう風な形になります。なので転送が終わった段階でこの元データとこの転送先のデータっていうのが合っていることが確認した上で
転送終了ことになるんで、仮に今転送中にこのキャンセルしたところでこの GoPro 側のデータっていうのはね一切触らない形なので、この GoPro 側のデータが失われることがないという風な設計になっています。で、この点に関しては一番気を使ったところで、僕の環境下でね例えば転送中に無理やりケーブルを抜いたりだとか Mac 側を強制的にシャットダウンするような、ストレスチェックっていうのもした上で GoPro 側のデータっていうのには問題ないことは確認できているので、その点は大丈夫かなというふうに思います。で、あとこのアプリケーションの方に戻るとですね、ここにリストとサムネイルっていうところがあって、デフォルトではリストなんですけれども、こういうふうにサムネから選ぶことっていうのもできて、あとタイプですね。デフォルトでは All 全てのデータっていうのがここに読み込まれている形なんですけれども、映像データだけでいいっていう場合はこの Movie ですね。そうすると MP4 ファイルだけ選ぶことができて、で写真 JPEG だけの場合はここ JPEG。で、ローデータですね。GoPro の場合は GPR っていうね、ローデータっていうのもあるので、このローデータっていうのもここから選ぶことができたりだとか、あとはGoPro の場合はロー音声にも対応しているっていうこともあって、ここで音声データっていうのも指定することができます。で、あとここにここで並び替えに関しては名前であったりだとか、データ。で、あとはタイプごとによってとかっていうふうにも分けられる。サイズごととかね。で、あとはこの辺に関しても、入れ替えたりすることっていうのができますし、ウィンドウっていうのも一番小さくするとこんな感じで小さくすることができるということです。で、あとはこの GP トランスファーのもう一つのミソっていうのが、ここにアドバンスっていうのがあって、ここを押していただくとですね、ここにオートラウンチっていうのが出てくるんですね。これデフォルトではオフになっているんですけれども、ここをオンにすると Open when camera is connected っていうことで、GoPro を接続すると自動的にこのアプリケーションが立ち上がるというふうな機能も追加しています。なのでこれをオンにしておくとですね、今これ一旦アプリっていうのを消しますね。で、こっちも電源落とします。今現状この GoPro っていうのはこの Mac に接続されていない段階なんですけれども、この GoPro 側に電源を入れます。で、こうやって接続するともうじき出てくるとは思うんですけれども、はい。自動的にこのアプリっていうのが立ち上がるというふうな形なんですね。っていうのも GoPro を Mac に USB 接続する際っていうのは基本的にデータをやり取りするのか、もしくはウェブカメラとしてね使用する場合っていうのがあるんですけれども、もうこの GoPro をウェブカメラとしてはもう使用しませんっていう場合はここをオンにしておいていただくと、いちいちこのアプリケーションを立ち上げる必要っていうのもないですし、このドックにね置いておく必要っていうのもなくて、 GoPro の接続を確認するとこのアプリケーションが自動的に立ち上がってくるということなんで、この辺は僕は日常的にこの GoPro のデータっていうのをやり取りしているっていうこともあって、そういう方はねここをオンにしていただくと使いやすいかなというふうに思います。あとこの Save to からね保存先のファイルっていうのを指定しなくても、こういうふうな形で直接こんな感じでドラッグすることっていうのも可能です。はい。で、そうするとね、こういうふうな形でこの Q っていうのが並んで、今4つのデータっていうのをどんどんと転送してくれる。で、ここにこういうふうな進捗バーっていうのも出てきて、今4つのデータっていうのを選んで全て合わせると 8.6GB あるというふうな形で、こういったUI っていうのもねなるべく分かりやすいようにシンプルに作っているので、初見でも使いやすいかなというふうに思います。で、あと一応ここにね GP トランスファーサポートデベロップメントっていうのがあるんで、これなんかを押していただくとですね、バイミーコーヒーのところに行くようになっているので、このアプリをね気に入っていただいた方はね、こういう風な形でコーヒー1杯ぐらいおごっていただければありがたいかなというふうに思います。これまだ現在もね転送中なんですけれども、一回もうキャンセルするとして、そうするとねこのね途中だったパーシャルの分っていうのは消えて、でこの接続を終える時っていうのはこのエジェクトっていうのを押していただくと、こういう風な形で接続っていうのを切ることができるということで、これだけの機能なんですけれども 4GB 以上のデータっていうのをやり取りできて、でデータの安全性っていうのも一応確保しておいて、でオートラウンチ機能ですね、GoPro の接続を確認すると自動的にアプリが立ち上がるようになっていたりだとか、僕が GoPro を日々使っていてこういった機能があったらいいなと思うものをここに実現したというふうな形なのでね、ただこれ現状まだですねバージョン 0.11 っていうふうにしていて、僕の環境下ではもうエラーが出ないようにチェックはしているんですけれども、 MacOS のバージョン違いであったりだとか、
あとGoPro でどういったね、マイクロ SD カードを使っているのか、そういった違いでもエラーが出る可能性があるので、もしよければね、これを使っていただいて、何か不具合等があれば、ね、教えていただければ、こちらの方で対応できるかなというふうに思います。なので現状まだね、ベータ版的な扱いではあるんですけれども、ただアプリケーションそのものはね、すごくシンプルなものなんで、僕と同じようにGoPro を使っていて、Mac へのね、データ転送で、使いづらさを感じていた人はね、ぜひこの GP トランスファーというアプリを試していただければと思います。というわけで今日は大変手前味噌な話なんですけれども、GoPro から USB でね、Mac にデータ転送するアプリケーション GP トランスファーを紹介しました。こちらのアプリ GitHub に無料公開中ですのでね、リンク先概要欄に貼っておきますので、ぜひ使ってみていただいてね、何か問題があればご報告いただければありがたいかなというふうに思います。というわけでこんな感じでGoPro 関連のね、動画っていうのをまた作っていこうと思いますので、もし聞いていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。